今日の動画はなぜとりあえず105なのか。はい、ということでよくですね、初心者の人とかにね、こういう人多いと思います。とりあえず買うなら105、とりあえず105っていうのはなぜなのかっていうのをですね、ちょっとこう僕なりにしっかりとね、詳しく伝えようかなというふうに思います。僕も言ったこともありますし、僕も言われたこともあります。はい、とりあえず105はまず本当なのかどうかというところなんですけども、僕の主観、結論から言うとほとんどの人はとりあえず105は間違いないと思います。はい、それについてね、今日はねいくつかお話ししていきますね。まずはロードバイクの完成車についているコンポをざっくりと整理してみましょう。デュラエース、アルテグラ、そして今回の105でティアグラ、ソラ、この辺りがね大体のロードバイクにはついてるんじゃないかなというふうに思います。そもそもティアグラと105ってそんなに違うのかっていう話ですよね。アルテグラ、デュラエースはねよくこうレースで105ティアグラとくるんですけど、この差ってどれぐらいあるのっていうところなんですけども、現状のコンポ、油圧もね出てますけども、正直言うとほぼ同じっす。僕から言わせれば105もティアグラも変わんないっす。ほとんど一緒ですね。変速の性能とか、目つぶってどっち言われたら格付けで出たら結構難しいし面白いと思うんで、ぜひね格付けのスタッフの方やってほしいんですけども、あんま変わんないです。ぶっちゃけどっちもね優秀なんですよ。すごくよく変速するし、油圧になってよく止まるし、全くこう遜色ないですね。はい、ちょっと前まではティアグラがこのね触覚って言われてるですね、ちょっと見た目がスマートじゃなかったんですけども、今となってはもう見た目もかなりスマートになっちゃったし、105とね見た目が全然変わんない。クランクなんかもね本当にもう何が違うのっていう感じでございます。ではなぜ105なのかっていうのをですね、改めてお待たせしました。早速やっていきましょう。まず1つ目、ロードバイクに限らず趣味っていうのはですね、大半そうなんですけども、ハマっていくとですね、ズブズブですね沼とかしてですね止まらなくなっちゃうんですよね。はい、どんどん新しいものが欲しくなって、どんどんいいものが欲しくなります。ロードだろうが釣りだろうがゲームだろうが機材だろうがカメラだろうが何でもそうです。レンズもそうですよね。本当にどんどんいいものが欲しくなって、どんどん新しいものが欲しくなります。これがですね1周とか2周すると、どんどんこのグレードからマイナーパーツとか古いパーツとかね、こう枝分かれしてね、どんどんね、変な方向に行っちゃう変態さんはいっぱいいるんだけども、それはそれで置いといて、そこで出てくるのが互換性というですね言葉でございます。はい、105っていうコンポはですね、デュラエース、アルテグラと同じですね11速というものを今使ってるんですよね。ギアが11枚、リアの変速が11枚あるんですよね。カチカチカチってだんだん重くなる、だんだん軽くなるっていうのが11回できるんですよ。これに対してティアグラっていうのはね10回なんですね。10速と言われてます。1,2,3,4,5,6,7,9,10回重くしたり軽くしたりすることができるんですよね。105とティアグラっていうのはですね1速しか違わないのに、島のコンポはですね10速と11速はね互換性がないんですよね。いざティアグラのコンポ、よし105のコンポに変えよう、特にリアのコンポを変えようってなった時に、これがねお手軽にできないんですよ。互換性がないんですよね。例えば105のコンポをデュラエースに変えようって言うんだったら簡単にできます。ポンポンと、付け替えれば、ざっくりですけどね、変速調整とかはあるけど、ざっくり言っていうのはポンポンと付け替えればささっとできるなのですが、ティアグラのコンポを105以上のコンポにするっていうのは容易じゃないです。すごくお金もかかるし手間もかかります。はい、なのでそのうちねズブズブはまっていく、どんどんグレードが欲しくなる可能性がある、それから過去にそういった経験がある方なんかは105にしておけば、後々アルテグラが欲しいとか、デュラエースが欲しいとか、他のね11速用のコンポが欲しいってなった時にお手軽に変えることができるので、とりあえず105にしとけば何かあった時にすぐ対応できるよっていうんで、とりあえず105って言われてるんですよね。多分そんなところだと思います。はい、コンポはもちろんホイールも11速に対応したスプロケットをつけた、ついたホイール買わなくちゃいけないので結構お金かかっちゃいます。その2ですね、2つ目、コスパが105の方がいいと思います。はい、105からアルテグラ、
アルテグラからデュラエースってなるとですね、結構かかる値段がかかるんですけども、ティアグラと105はですね、フルコンポ定価で約1万円ぐらいしか買わないです。なので1万円しか買わないんだったら105買っといた方がゆくゆくさっき言った互換性もねあるしいいんじゃないのっていうんで、とりあえず105とよく言われてると思います。正直ね、完成車もですねティアグラと105ではそんなに変わらないものが多いので、105をとりあえず買っとけばいいんじゃないっていう風に、よく言われてると思います。僕の結論ですね、もしも初めてロードバイク買います、長く乗りたいなと思ってる人がいると思います。結構値段が高いからね、ロードバイクってね、とても高いので初めて買うんですけども、ロード高いな、できれば長く乗りたいな、でもお金ないなっていう人はですね、105ミックスのロードバイクをね買えばいいと思います。105ミックスっていうのはリアだけ105でクランクは他のものを使ってコストパフォーマンスを良くしたようなロードバイクで、105を散りばめてるんですけども、全然そんなんで十分だし、それを買っておけばもちろん互換性もあるので、それでも高いと思うけど頑張って105ミックス買うといいと思います。もちろんフル105でもいいんですけどね。でですね、逆にティアグラを俺買っちゃったよと、もう11足分で綺麗にだ、俺終わったわっていう人でもですね、別にさっきも言いましたけど11足も10足もそんな変わんないんで、ティアグラにしたったらどれも105にできないかっていうとそういうわけじゃなくて、例えばブレーキはね105以上にねできると思うし、クランクなんかもねほとんどのものは使えるので、その辺はそこまで悔やまないでいいと思います。ということで今回はねこんな感じで、なぜとりあえず105がいいかという話をねさせていただきました。でね、もしもスピードとか速さとかでもっと速くなりたいとかそういった方はですね、僕も全然レーサーじゃないんで何とも偉そうなことは全然言えないんですけども、コンポ云々言う前に機材面で何とかしたいんであれば、空気圧とタイヤをね変えた方が圧倒的にコスパが良くて圧倒的に体感しやすいので、そっちを先に変えた方がね個人的にはいいと思います。見た目はね地味なんでねあれなんですけど、見栄はちょっと張れないんですけども、物的な見栄よりも知識の見栄を張った方が僕はかっこいいと思うので、マウント取っちゃダメですけどね。ということで今回は以上です。ちょっとねお散歩がてら撮ってきました。また次回の動画お楽しみに。もしもねこの動画でちょっとでも役に立った方はぜひグッドボタン等々よろしくお願いします。バイ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 。